こんにちは。マリサだぜ。今日も積分計算をしよう。問題はこれだ。次の積分を計算せよ。インテグラルルート x 倍のルート x マイナス x の2乗、分の 1dx。二重混合が出てきたな。また、x は正だ。回答を見せる。問題の非積分関数には二重混合が含まれると言ったが、外側の混合の中身はルート x についての因数を分解することができる。x は正なのでルート x の例を因数とする部分を外側の混合から出すと、意外とスッキリした形に変わるんだ。非積分関数に4分の4をかけてこのように変形するととてもいいことが起こるんだ。気づいたとは思うんだが、括弧でくくった部分が x の4分の1乗の微分に一致する。これで、非積分関数の残った部分を x の4分の1乗で積分することになる。文字の置換は行っていないが、置換積分と同じことが起こっているんだ。すると、この積分は x の4分の1乗のインバースサインだとわかるわけだ。非常に簡潔に回答できてしまったな。これが今日の結論だ。パッと見は嫌な積分を見せられたと思ってしまったんだが、考えてみれば随分と簡単なことだったようだ。少し補足をしよう。インバースサインの同関数を導出する。y イコールインバースサイン x としよう。すると、当然サイン y イコール x が言えるだろう。次に、両辺を微分する。コサイン y イコールルート1マイナスサイン y の2乗なので、dy、つまりは d インバースサイン x はこのように表せるわけだ。なぜ複合がつかないのかを説明しよう。通常、インバースサインはマイナス2分の π から2分の π までの範囲を地域に取るんだ。インバースサインを1対1に対応させるために地域を制限するんだ。でないとサイン y イコール0を満たすような y は無限に存在することになるからな。制限した y の範囲ではコサイン y は常に皮膚だ。なので、複合は外せる。今日の動画はここまで。役に立ったら動画の高評価とチャンネル登録をしてくれ。また次の動画で会おうぜ。じゃあな。今日の板書だぜ。